雨雲出版作りました。こんにちは、ひとみです。 YouTube チャンネルを見てくださりありがとうございます。雨雲出版という出版レーベルを昨年作りました。学生時代にですね、アフリカ地域研究のゼミに入って作家ベッシー・ヘッドという人を知って、ボツワナと南アフリカに行ったのが始まり、その後ずっとアフリカ関係の仕事をしてきてます。ジンバブエにも2年間滞在しました。でそれから国際協力関係の仕事をしています。で主に開発コンサルタントという国際協力のコンサルティングの仕事をしてきましたが、2023年雨雲出版を設立いたしました。雨雲出版では作家ベッシー・ヘッドの長編小説の出版を予定していて、今準備を進めているところです。こちらの小説になります。こちらがベッシー・ヘッドさんです。作家ベッシー・ヘッドは1937年南アフリカのピーターマリッツブルグというところの精神病院で生まれています。お母さんが精神病院に入れられていたからなんですけれども、そのお母さんは白人の女性でした。でお父さんは誰だか今でも分かっていないんですけれども、黒人の男性だったと考えられています。アパルトヘイト時代に異人種間の結婚は禁止されていたので、ベッシー・ヘッドさんは生まれながらにして違法だったということになってしまいました。いわゆるカラードと言われるご夫婦の養子として育てられるんですけれども、13歳で南アフリカの東海岸にあるダーバンのセントモニカという孤児院のようなところに入ることになるんですが、その時に宣教師から言われた言葉が心にトラウマのようになってしまうんです。あの女性はあなたの本当の母親ではないのです。あなたの母親は白人女性でした。彼女は黒人の子供を妊娠したから精神病院に入れられたのです。あなたも母親のように頭がおかしくならないよう気をつけなくてはなりませんよ。このことが一生のトラウマとなって心に残ってしまいます。ベッシー・ヘッドさんはその後孤独な人生を歩むんですけれども、南アフリカでアパルトヘイトの時代ジャーナリストになって仕事をするんですけれども、1960年代アパルトヘイトが非常に厳しかった時代に国にいられなくなってしまって、小さな一人息子を連れてボツワナに亡命することになってしまいます。亡命先のボツワナで孤独で貧困の中で生きていかなければならなかったんですけれども、やがて小説をアメリカの出版社から発表して名前が知られるようになり、作家として成功していく人です。1986年、残念ながら48歳の若さでボツワナで亡くなってしまいます。この人の作品は本当に心に響く美しい作品で、ボツワナの農村を舞台にした作品がほとんどなんですけれども、これを雨雲出版から日本語に翻訳して出版したいということで奔走しております。私は学生時代1990年代から南アフリカの作家ベッシー・ヘッドのことを追いかけてて、この作品を翻訳して出版したいなと思ったのももう20年以上前なんですけれども、ようやく自分で出版レーベルを立ち上げて、出版に向けて一つずつ仕事を進めているところです。なのでこれをぜひ日本の皆様にお届けしたい、本当に美しい、本当に素晴らしい、1960年代のボツワナを舞台にした小説なんですけれども、ぜひ見ていただきたいと思って活動しておりますと。この本の出版は2025年の5月までには出したいなと思っています。で何度か動画にも投稿しているんですけれども、文学フリマですとかジンフェスのような本を売るイベントにも雨雲出版としていくつか出展をさせていただいていますので、2025年の5月の文学フリマ東京ではこれをお出ししたいと思って今ドキドキして進めているところでございます。ぜひ皆さんにお届けしたいですね。その後ですね、本命のこの本が出たら雨雲出版としてはいろんな本を出せたらいいかなって思います。ベッシー・ヘッドさんの本を出すつもりで、レーベルを立ち上げたんですけれども、これまでのアフリカ関係国際協力の仕事とかノンフィクション的なテーマで書きたかったこととか、いろんな出したいものを出したい本があるので、それをこれからやっていきたいなって考えています。それからイベントとかね、いろんな人たちとコラボしながら
積極的にやっていきたいですし、今までになかったような新しい本の出版のあり方とか、いろんなコラボレーションのあり方っていうのをね、私なりの経験を生かしながら考えていきたいなと思っています。で、音声配信の雨雲ラジオというのもやってますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、こちらの方も聞いていただけたら嬉しいなと思っています。音声配信のこと先言っちゃったんですけど、この YouTube チャンネルでは雨雲出版のこと、ベッシーヘッドさんのこと、それから旅 Vlog なんかでいろんな国に行った時の Vlog、旅 Vlog とか、日本の国内の旅行の時もそうなんですけれども、ちょっとずつ上げているので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。それからこの水面を滑る心のように、これは私のエッセイ本で雨雲出版のオンラインストアに上がってるんですけれども、こちらの本や雨風の村で手紙を読むこちらの本では、ベッシーヘッドさんのこととか、私の雨雲出版の背景のこととか書いてあるので、ぜひ読んでいただければと思います。で、この水面を滑る心のようにの、は去年ボツワナに行った時のことを主に書いてるんですけれども、この YouTube チャンネルでも、この時の旅の動画が12本上がっているので、ぜひご覧になっていただければ嬉しいです。この YouTube チャンネルでは旅 Vlog の他に日常 Vlog とかもありますし、あと本のこととか出版のこと、それから、私ジャーナリングが好きなんですけど、ジャーナリングですね、いわゆるノートとか手帳のこととか、手帳の使い方のこととかですね、いろいろ私なりの動画を作ってアップいたしておりますでございますよ。あとはイベントのこととかですね。 YouTube チャンネルご覧くださりありがとうございます。いつも見ているという方ありがとうございます。初めてという方、ぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいです。雨雲出版、これからもどうぞよろしくお願いいたします。本を読んでいただければ嬉しいです。こちらの本も出版できたら読んでいただければ嬉しいなと思っています。雨雲出版、ひとみでございました。ここまで聞いてくださりありがとう。ごきげんよう。だねー